日の濃淡が気になりながらも、重さ30キロで今日も歩いてるみーです。電車とホームの間が45センチぐらい空いてる気がするので、毎回ヒヤヒヤです。今日はちょっと坂道が辛い大好きなキャンプ場に行きたいと思います。この日は夏なので真夏日でした。とても暑い日。薪かなって前言ってたところに人座ってるから、椅子だし灼熱地獄だ。めっちゃ見られてる。おじさまに暑いのになんでこんな荷物持ってんだって顔されてた気がする。突然カッスカスのメントスを取り出しました。前歯に固めのメントス直撃した。私が一番お世話になってるバス停。ここのバスに乗って着く先は全部素敵なキャンプ場しかありません。2、30分ぐらいならザック背負ったまま一席に座ります。ありがとうございました。ここも好きなキャンプ場ですが、今回はもっと奥に行く。この地に着いただけでもう癒される。夏って暑いけど、緑も川もめっちゃ綺麗でとっても好きです。植物とおでこで触れ合いながら前に進むのも徒歩キャンプの楽しみ。一本道でキャンプ場が並んでるんですけど、設備的にトイレが一番綺麗なのは中茶屋キャンプ場。暑さで上り坂もバテてきた。13分ぐらい歩くんだけど、上り坂が13分続くとかなりきついですよね。私が今から行くキャンプ場が奥茶屋キャンプ場というところなのですが、そこに薪が売ってなくて、百軒茶屋キャンプ場で買って持っていくっていう、歩いて5分ぐらいの場所にあるのですが、戻ってくるのめんどくさいので先に買っちゃいました。汗だらけなんだけど、汗が滝のように流れてくるのはもう当たり前というか、まあ夏なんでそんなもんです。30キロ持ってるし。はいはい、一人です。声聞こえるようにはっきり喋らないと思って声大きすぎた。分けてやりますか。わかりました。ありがとうございます。ここ岩や石がくっついてる階段で、表面が平坦じゃないから、ちょっとした斜めってるところで重い荷物持つと落ちそうになるんですよ。そこだけが危険。私が前立てたかったサイト、今回空いててラッキー。川が見れてとんでもなくいいんですよ。はい、ここでさっきはザックを持って階段を降りたので、今度はカートを下ろさなければいけません。ザックとカートのセットだと命の危険があるので別々に下ろしました。薪がカートのバランス崩す要因となってたので、もう一回取りに来ることにして元の重さのまんまで運びます。なんかあったら片手どっかの岩につかめるぐらいの歩幅で進んでいきます。安全第一。薪も大きめだからちょっと重くて、これも片手で持っていきます。
奥茶屋キャンプ場、前来た時は廃材があったのですが、今日は廃材置いてるところらへんにご夫婦がテントを建てられてたので、あんまり近くにいるのもいけないかなと思って特に見ませんでした。ティッシュ取り出す間もなく汗が溢れ出てくるので、自分の服で顔拭いちゃいました。下品ですいません。夏でもすぐ取り出せる位置にティッシュないと汗拭けないや。テントの色ですが、個人的には夏は明るい方がキャンプしててもテンション上がるので、早くあったかくなってくれないかなと真冬の今思ってしまいます。このテントも最初立てんのめんどくさいなって思ったけど慣れちゃえば楽ちんなのがハップテントです。ワンポールテントの方が中に閉じこもることができるからプライベート空間はあるのですが、夏は緑を感じながらオープンな感じでハップテントがめっちゃいい。この日ちょっと低めの三脚を忘れてしまって、自撮りするとき顔とカメラが近すぎて、うわ近って思うことが多々あるかもしれません。うわ顔近って思っても今回だけはご了承ください。こんな感じで完成します。書きすぎた。めちゃくちゃ家帰ったら洗わなきゃ。ちょっと今日はミスったのでご飯食べません。なんかの動画でフルーツとサイダーでフルーツポンチができるって書いたので、私は大人なのでスパークリングで大人なフルーツポンチを作っていこうと思います。温めもしないくせにスキレット出してますが全く使いません。目の前のフルーツ我慢できずにパクパク食べていきます。みかんを手に取りましたが、その前にゴールドキウイフルーツ。私ちっちゃい頃缶詰のパイナップルが大好きで仕方なくて、母がよくそれらを使ってフルーツポンチをよく作ってくれてました。よくと言っても誕生日の時にいつも作ってもらってて、ケーキのフルーツ以外食べれなかったので、誕生日はケーキの上に乗ってるフルーツとフルーツポンチばっかり食べてました。意外と彩り悪いかも。黄色と緑とオレンジしかない。これめっちゃ量がすごい。真ん中に乗せようとしたけど、その前に開けねばならぬのでビチッと開けてく。大人になってから自分が好きなものが大人版に変わるなんて思いもしなかったので、これは自分のご褒美に今後もやっていきたいです。スパークリングだと結構甘くないのかなと思ったけど、缶詰のみかんとパイナップルがあるので全くもって甘いです。激甘。夏バテで食べたくない時もこれならみんな食べれるんじゃないかな。
せだ。私腕が短いのでスマホと顔の距離が自撮り棒がないと近くなりがちなんです。カメラの設定うまくいかないなーって言ってたらなんかぼやけちゃいました。やらかしちゃった。なので自撮りシーンを多めにします。前回川遊びした時にダムを作ろうとしてダム小石で作ってたら石でダム作るんだよって言われたので石で作ってみます。焚き火のかまど作る感じと似てるかもしれません。これはダムと呼べる？私が作った水だまりはダムなのでしょうか？ダム審査委員会の皆さん教えてください。ダムでいいですかね？ミーダム。こういう遊びをしてるってこと？ここ川が浅いので深呼吸で瞑想もできちゃうけどカメラが倒れないか不安で瞑想は無理でした。私昔から目つむった5秒ぐらいだといつも目開けちゃうタイプで落ち着きがないんだよ。肩周りが凝ってるので川の流れと一緒に鳥も流れてくれないかなと思ってちょこまかストレッチをしてました。前ももを伸ばすストレッチです。いつもジムの前に必ずやるやつ。川の流れに逆らいながらストレッチをするといつもよりも体幹が強くなったような気がして自信が増します。場所にもよるけど足首までのところだったら余裕ぶってこんなこともできちゃう。最近気づいたんですけど足から波紋が出ます。なんかわかんないけど流れに沿って足から波紋が出る時がある。みんなは出ますか？たまに CG ですかって言われますが CG じゃないんだよ。私もびっくり。そんな技術ないしね。深いところに入ると精神シャキッとする。でテント見ながら川に入れるお風呂。ここだけ深いんだよね。だね。ここまでいいんだけど、ここだけに深い。私のテントの半分ぐらい。ここまた夏来たい。ちょこまか撮影機材流されないように少しずつ戻していきます。一人で水しぶき感じたいので歩きながらゾンビのように手を水面にやってる。
オルを濡らす前にまずは手で水を切ります。シャパ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 。思ったんですけど、こういう川遊びした時って皆さん濡れたら濡れっぱなしで家に持って帰りますか？結構この濡れた衣類って重くて、皆さんどうやってやってるのかコメント欄でいいことあったら教えてください。自然乾燥するであろう。乾けばいいんじゃない？乾けば。そうだ、私タオル忘れたんだ。だからわざわざ自然乾燥させようとしてたんだ。水遊びでタオル忘れるは致命的すぎました。衣類じゃなく肌が乾けばいいので、肌が乾いたので着替えた。私の向かいにいらっしゃる夫婦の方は何泊かしてらっしゃるみたいで、もはや家みたいになってて、すごい落ち着いたご夫婦さんで、とっても楽しそうでした。落ち着いてしっぽりできる夫婦関係ってめっちゃ憧れます。ああ、そうだ。これめっちゃきっちりしてる薪なんだ。前この薪を買った百均所やキャンプ場でも同じようなことが起きて、きっちりしすぎてドタバタしてたら、隣のサイトのお兄さんに現地でこの金網を切ってもらった記憶があります。金網というか、この丸っこい切れないやつ。細かい薪は細いペグハンマーでツンツンってやるのが一番取りやすいことが2年経ってやっと分かりました。ナイフ使うのめんどくさすぎて直折り。細かくなることが目的なので短けりゃいいんだ。間違えた。ああ、カレー粉を入れるつもりはなかったんです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の夏遊び動画いかがでしたでしょうか。今年初めての夏遊びですが、撮影したのは去年の何月頃かです。来週はこの後編になるのですが、正直ちょっとまだ編集してないので、どんな動画になってるか私も分かりません。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも見てくれてありがとうございます。またね。